院の総教練真鍋岳山でございます。本日は、少年党解説シリーズその25ということでございまして、ついに25になってしまいました。前回はガンサを解説させていただきました。それで、これまで教わってるセイジョン、タンサオに戻ってヒュンサオ、ダンクンサオ、これはもうすでに出てますので、これは省略ということでございます。次なる技、次はボンサオでございます。これでですね、英春拳の三大種、ボン、タン、フォク、これ英春拳の三大種と言いますが、ボンサオ、タンサオ、フォクサオですね。英春拳の三大種と申しましても、これ全部防御技でございます。攻撃技はほとんどありません。この3つとも防御技、タンサオがいわゆる攻撃技に変化し得るものと考えますが、あとはもう本当に防御だけでございます。で、ボン、タン、フォクですから、三大種の中の一番というとボンサオでございます。ボンサオのセオリーをまず今から説明してまいります。その辺はですね、セオリー通りやっていただくということが肝要かと思います。まずは竿組んで構えます。竿組んですね。竿組んで構えましたら、この中心に向かってですね、腕を出していきます。ずーっと出していきまして、このまま出していくんですね。で、真ん中を越えましたら、越えましたところでくるっと回転させて、この形になります。もう一回いきますよ。真ん中ずーっと出ていって、こんな感じで出さないですね。これファックンはこんな感じで出しますが、こんな感じまっすぐこう出して、真ん中越えたあたりでくるっとひねるわけです。こっちでも一緒ですよ。スーッと出して真ん中を越えたあたりでくるっとひねります。このひねるんが肝心なんでね、くるっとひねる。これがですね、できない人があるんですね。まっすぐこう出すっていうのがまずできない。こう軌道がうねっと、これはダメでございます。まっすぐ出してボン、この形でございますにする。英語で言うとチキンウィングブロック、手羽先みたいになってますからね。手羽先、本当の手羽先ではダメなんですが、そういうふうな防御技と考えていただいたら結構でございます。ですね、それで形を言うんですが、まずはですね、肘の関節、これが、これ180度ですね。これ90度ですね。プラス45度ということで135度。肘の関節の角度が135度。で、腕はこう外転で90度。こんな感じです。外転で90度。こう90度ですね。で、135度。で、相手の方に中心に向けて指先を出します。この形でございます。いかな時でもこの形で技が出せますよ。この状態で固まってるわけじゃないんですよ。バネのようにですね、スーッとこう弾力性を持って相手に圧力をかけていく。こんな感じですね。こういう相手に圧力をかけていく。そういう力が出てなければならないということなんです。
まあ簡単に考えますけどもなかなかできない。まず肘がねこれ135度になってない人がほとんどです。間合いが近すぎたりするとどうしてもこんなになっちゃうんですけども、YouTube 動画とか見ててダメなボンサオはまずはですね、これがもう90度以上曲がっとる、こんな感じのボンサオ、これはダメでございます。これでは力が出ません。基本相手の正拳突き、つまりファックン、ヤッチーチョンクについてこれについてボンサオで防御できなきゃいけませんよね。これ打たれたら崩れちゃうと、そんなことになっちゃそもそもの意味がないので、相手のヤッチーチョンクにもボンサオで防御できる、これが基本でございます。それを常に念頭に置いてですね、いかな状態でも防御できるということを目指してボンサオというものは出してもらわないといけない。それはアングルとかを取ればそんな力強くボンサオを出さなくてもいける。ただ相手が来なければいいっていうこの間合いを空間を維持するぐらいの程度の実力でアングルさえ取ればそれできる場合もあります。それではダメなんです。真正面向いてヤッチーチョンク、これを防御できない、この形でないとまた防御それはできません。ある程度角度がついたりしたら力は弱くてもできる。だからボンサオとしての形は少々崩れておってもできるんです。真正面向いたらそれはできません。真正面向き合ってボン、ダーチーサオとそうですよね。こうやってこうこれをきっちり守れるということは真正面向いて、防御できる技でなければそもそもの条件にならないわけですね。その条件の中で角度をつけたり距離を近づいたり離したりするっていうのはそれはアレンジとしてありえますが、基本は真正面向いて、手出せば当たる距離で打ってくるものをボンサオで防御する。このためにはこの形、先ほど言いました相手の方を向ける135度90度外転というのを守っていただけなければこの力というのは発揮できません。ですね、英春拳で諦める方が多いのはまずボンサオが使えないということで諦める方がいらっしゃいます。実践というのは関係なければ何でもボンサオでできるなんていう人もそういううぬぼれた人と実践というのを知ってる人はこんなもんは使えない、両極端になるわけです。何でもボンサオっていう人とボンサオを使えないという人が出てくるわけですね。練習生の中で、この両極端に分かれる。結局実践を知らんもんは何でもボンサオで、実践を知ってるのはボンサオを使えないという結論に至る方が多いんです。実践でボンサオを使いますよというか使わなければならないわけです。使えるようにならなければ英春拳じゃありません。じゃあ何でも単サオでやるんかってそういうわけにもいけませんから、ある時はボンサオの方が有利、ある時は単サオの方が有利。ボンタウっていうのは裏表ですから、単サをやった後はボンサオになりますから、ボンサをやった後は単サになります。これはもう表裏ですから、そんな感じで、理解していただきたいと思います。今日はね、前半を語らせていただきました。次回は後半、実際のボンサオとしての用法でありますとか、この英春拳で使いますところのボンサオに至るようになったその経緯についても詳しくボンサオについてお話しさせていただきたいと思います。今回はこれまででございます。はい、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。